2026年4月、出光興産の大型タンカー、出光丸が極めて緊迫した情勢下のホルムズ海峡を無事に通過したことが大きなニュースになっています。米国、イスラエルとイランの間で戦闘が開始され、ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態にありました。多くの船舶がペルシャ湾内に足止めされる中、出光丸も約2ヶ月間、湾内で身動きが取れなくなっていました。2026年4月28日、日本政府とイラン政府の集中的な交渉の結果、出光丸はイラン当局の承認を得て、海峡を通過。戦闘開始後、日本関連の原油タンカーが海峡を脱出したのは今回が初めてのことでした。約200万バレルの原油を積み、名古屋港に向けて航行を続けています。かつて国際石油資本、メジャーに挑んだ出光の船が再び、危機的な海域の先陣を切ったのです。世界を震撼させた日照丸事件をご存知でしょうか。1953年、昭和28年の日照丸事件。当時、イランの石油は、イギリスの石油メジャー、国際石油資本によって独占、封鎖されていました。これに触れることは、国際的な紛争に巻き込まれることを意味し、どの国も手を出せませんでした。出光佐三氏は、日本を貧乏にさせないためには、安い石油が必要だ、と考え、自社の大型タンカー、日照丸を秘密裏に出港させ、イギリス艦隊の監視をかいくぐって、イランから石油を直接買い付け、無事に日本へ持ち帰りました。イギリス政府から提訴されるなど、国際問題に発展しましたが、この巨大な権力に屈せず、国益のために真っ向から勝負を挑む姿がまさに海賊のような勇ましさと映り、出光佐三氏は本物の海賊と呼ばれた男になりました。この事件を後に百田直樹氏が小説にし、2016年12月10日、岡田准一さんが主演した映画、海賊と呼ばれた男が劇場公開され、永遠のゼロに続く名作として大ヒットしました。まさに今、歴史が繰り返されるような出来事が起きており、驚かれたのではないでしょうか。私がこのニュースを取り上げたのは、出光佐三氏と宗像三女神とは深いつながりがあったからです。出光佐三氏は、福岡県宗像郡赤間村、現福岡県宗像市赤間の出身であり、故郷を非常に大切にしていました。幼少期から宗像大社の神様に見守られているという強い自覚を持って育ちました。彼にとって宗像三女神は単なる信仰の対象ではなく、人生の指針や心の拠り所そのものでした。第二次世界大戦後、宗像大社は荒れ果て、存続の危機にありました。宗像大社の祭神は、道主の鞭と呼ばれる宗像三女神です。宗像三女神は、本土の越宮に、市来島姫の神、福岡県最大の島、大島の中津宮に、多木津姫の神、神宿る島の沖ノ島の沖津宮に、田堀姫の神が鎮座されています。沖ノ島は、これまでも厳しい制限が敷かれていましたが、2017年、神宿る島、宗像、沖ノ島と関連遺産群として世界文化遺産に登録され、神職以外は入島禁止になりました。世界にも認められる宗像大社は戦後、荒廃していたことを知る方は少なくなりました。社殿は傷み、境内が荒廃している様子を目の当たりにした出光佐三氏は、宗像大社を再興することは日本人の心を再生することだと考えました。1951年、昭和26年、彼は私財を投じて、宗像神社復興規制会を結成。全国から寄付を募るだけでなく、出光興産の利益の多くを復興資金として、惜しみなく捧げました。その金額は現代のお金に換算して、90億円を超えるとされます。これにより、社殿の建て替えや、境内が整備され、さらには、最も大きな功績の一つといえる、沖ノ島の本格的な学術調査が開始されました。
この調査により、沖ノ島から鏡や金銅製の装身具など、約8万点の神宝が発見されました。これらはすべて国宝に指定され、沖ノ島が海の正倉院と呼ばれるきっかけとなりました。この国宝は神宝館にて展示されており、宗像神社復興規制会会長、出光佐三氏が1959年、昭和34年6月に建設奉納したコンクリート製平屋建物の社宝収蔵庫に収蔵されたものです。出光佐三氏は宗像大社復興のため90億円以上のお金を復興資金として惜しみなく捧げましたが、鳥居や灯籠など境内を見渡しても出光佐三氏のお名前は見当たりません。神社では奉納したものに名を刻むのは記名や名入れと呼ばれ、一般的で伝統的な風習です。なぜそうされないのか尋ねられた際に、一回の油屋ごときが国家守護の神社に個人名を残すなど恐れ多くてできませんと言ったのだそうだ。経営の面でも出光佐三氏はどんな不況時にも一度も社員を解雇したことがありませんでした。それは自身の恩人との約束でもありました。会社を一つの家族と考え、社員を家族同様に大切に扱い、至根詳細、武士の魂をもって商売の才を発揮せよ。金にとらわれることなく、高い使命感を持って国家貢献を貫くことでした。日照丸事件は、石油がない日本、石油が売れないイラン、それを禁止する国際情勢の中、至根詳細の精神でイギリス海軍に民間タンカーが挑んだものでした。4月29日、駐日イラン大使館は1953年にイランから石油を買い付けた日照丸の画像を X に投稿しました。この遺産が意義を持ち続けているとし、日照丸事件が両国の友好関係につながっているとアピールしたのだ。出光興産の大型タンカー、出光丸が極めて緊迫した情勢下のホルムズ海峡を無事に通過したことはまさに海賊と呼ばれた男の精神が現代の出光丸にも受け継がれていることを感じさせてくれるものでした。どうかご無事で日本へ帰還されることを心より願っております。